医者でさえ説明を拒む話があります。1943年の冬、アメリカ陸軍のある若い兵士が死亡を宣告されました。心臓は止まり、呼吸も消えました。顔には白い布がかけられ、すべての手続きは終わっていました。誰一人、彼が二日目を開けるとは思っていませんでした。けれど、9分後、その青年は突然目を覚ましました。彼は言いました。9分の間、自分は確かに死んでいたけれど、その間に見たものだけは今でも説明できないと。これは伝説でも作りはなしでもありません。後に一人の医師となる人物が実際に勝った記録です。では、死を宣告されてから9分の間、彼は一体何を見ていたのでしょうか。こんばんは、ユキコです。今晩も眠る前のひととき、少し不思議な話にお付き合いください。1943年、第二次世界大戦の最中、テキサス州のある軍事基地で、一人の青年が軍を目指し訓練を受けていました。この青年は後にある有名な医師になります。名前はジョジ・リッチ。今夜の物語の主人公です。しかし、幸運はリッチのもとに訪れませんでした。訓練最後の週、彼は突然高熱を出したのです。基地は救急車を手配し、リッチを軍馬養院へ運びました。そして、レントゲン検査を受けている最中、彼は意識を失いました。はっと目を覚ますと、リッチは見覚えのない小さな部屋にいました。部屋にはベッドが一つ、その上には若い男性が横たわっていました。けれど、そのジノリッチには気にする余裕などありませんでした。頭の中にあったのはただ一つ、一刻も早く基地へ戻らなければ、このまま入院していては、軍になる道が閉ざされてしまう、という思いでした。いても立ってもいられず、リッチは部屋を飛び出しました。顔を上げると、グニが一人、うつむいたまま、まっすぐこちらに向かって歩いてきます。リッチはとっさに身をかわし、危ないですよと声をかけました。ところが、グニはこちらを見ません。いや、見えていないのです。そのまま、うつむいたまま、廊下の奥へと消えていきました。リッチは立ち止まりました。なぜ誰も自分を見ないのだろう。リッチは立ちっくしました。けれど、考えている時間はありません。基地へ戻らなければ、その思いだけが頭の中をうずつくしていました。リッチはまだ知りませんでした。この後、自分の体に信じられない変化が起こることを。リッチは病院の門を飛び出しました。時刻はちょうど真夜中、通りには誰もいません。走れば走るほど体はどんどん速くなり、やがてレスはよりもいいと感じるほどになりました。肺だけでなく、まるで飛んでいるようでした。足元を見ると、そこにあるのは地面ではなく、次々と流れていく木々の茂みでした。大きな川をいくつも越え、無数の町を越え、このまま走ればどこへでも行けそうな感覚さえありました。ふと道を知らないことに気づきました。誰かに尋ねなければと思った瞬間、リッチの体は止まりました。気づくと彼は地面から1メートルほど浮かんでいました。どうしてこんなことになっているのだろうと、お戸惑ったその瞬間、今度は再び地面に立っていました。気づくと、リッチは大きな町の場の前に立っていました。薄暗い照明の下、店の中では大勢の人が楽しそうに酒を飲んでいます。一人の男性が扉を開けて入ろうとしました。リッチは駆け寄り、ここはどこですかと尋ねました。しかし男性はまるで聞こえていないかのように、そのまま扉を開けて中へは行っていきました。聞こえなかったのだろう。リッチはそう思い、男性を追いかけました。肩に手を伸ばしました。けれど、手は肩をすり抜けました。もう一度、今度こそは肩に触れようとしました。
また手は何もつかめません。3度目も同じでした。まるで自分の手だけがこの世界から浮いてしまったかのようでした。扉は応答立ってて閉まりました。店の中では相変わらず人々が楽しそうに過ごしています。強い孤独感がリッチの体を包み込みました。彼はどうすればいいのかわからなくなりました。その瞬間、一つの言葉が頭をよぎりました。魂は体から離れることがある。昔誰かが話していた言葉です。まさか自分がそうなってしまったのだろうか。そして思い出したのです。目を覚ました時にベッドに横たわっていたあの青年こそ自分自身の体だったのではないかと。恐怖に襲われたリッチは思わず声にならない声を上げ、慌てて来た道を引き返しました。医学校のことなどもはやどうでもよくなっていました。彼はただ自分の体のもとへ戻りたいと願っていました。ところが病院でリッチを待っていたのは想像もしていなかった光景でした。リッチは全力で病院へと駆け戻りました。院内は静まり返り、当直の看護師と警備員が歩いているだけです。正門は閉まっていましたが、リッチはまるで壁を通り抜けるように、何の抵抗もなくその中へは行っていきました。病院は広く、どの部屋にも若い兵士たちが寝ています。ふと自分が目を覚ました部屋がどこだったのか、全く思い出せないことに気づきました。しかたんく、一つ一つ部屋を確かめていくしかありませんでした。やがて小さな部屋のベッドの上に探していたものを見つけました。誰かが横たわり、顔には白い布がかけられています。それはその人がすでに息を引き取ったことを示していました。布からはみ出た白い手の指には指輪が一つありました。ボーイスカウト最高の栄誉であるグルスカウトの指輪です。長年身につけてきたその指輪を見た瞬間、リッチは確信しました。これは自分の体だと。近づきながらリッチは自問しました。自分は死んでいるはずなのに、なぜまだ生きている感覚があるのだろう。死んでいるのになぜこんなにも意識がはっきりしているのだろう。彼は遺体に近づき、白い布を取り除こうとしました。けれど手は再び空を切りました。もう一度、今度は布の端をつかもうとしました。指先はそこに触れることさえできませんでした。何度試しても結果は同じでした。自分の手なのに、自分の意志では何一つ動かせないのです。静まり返った小さな部屋の中、リッチは絶望し、部屋の隅にうずくまりました。どうすればいいのか全くわかりませんでした。時間の感覚さえおかしくなり、そこにどれくらい座っていたのか、数時間なのか、一日なのか、5日月なのか、それとも1年なのか、全く見当がつきませんでした。その時、リッチはまだ知りませんでした。この部屋にとてつもないものが現れようとしていることを。その時、事態はさらに奇妙な展開を見せました。部屋が次第に明るくなり、明るさはどんどん増えていきました。まるで太陽が一つ、その中に生まれたかのようでした。その光は暖かいのに目を閉じたくなるほど眩しかったのです。リッチ・ファフと自分の目が普通の目ではないことに気づきました。もしこれほどの光を普通の目で見ていたなら、10分の1秒で視力を失っていたはずだからです。光の中から一人の男性のような輪郭がゆっくりと現れました。ある言葉がリッチの頭の中に浮かびました。それはその存在から発せられたようでもあり、同時に自分自身の考えのようでもありました。それ以降、光の存在とリッチは言葉を使わずに心と心で会話をするようになりました。リッチはゆっくりと立ち上がりました。
その光からはこれまで感じたことのない強い愛と包み込むような優しさが伝うってきました。その存在の前では自分のあらゆる過ちや欠点さえもすべて許されているように感じました。リッチはその瞬間、自分が神と呼ばれる存在の前に立っていることを理解しました。相手が訴えてきたのです。彼はこの存在を完全に信頼できると感じました。しかし、本当の試練はここからでした。その思いが生まれた直後、また別の不思議な出来事が起こりました。リッチの周りを360度の映画がぐるりと取り囲みました。それはまるでフィルムのコマのように細かく切られていました。次の瞬間でした。一コマ一コマが彼の人生のある瞬間に対応していました。言葉を覚え始めた赤ん坊の頃から学校に通う日々、そして少年時代まで1秒たりともかけることなく、そこに映し出されていました。リッチはまさかこんな形では母親に会えるとは思ってもいませんでした。母は難産で命を落としており、彼は一度も母に会ったことがなく、古い白黒写真でしか顔を知りませんでした。しかしこの映画の中の母は、まるで今すぐ隣に立っているかのように生き生きとしていました。信じられませんでした。ある場面に来るたびに、リッチは周りの人々の考えや自分自身の思いさえもはっきりと感じ取ることができました。20年の人生の細部が、良いことも悪いこともすべてそこにありました。あなたはこれまで何をしてきましたか？光の存在はそうリッチに問いかけました。リッチは誇らしげに答えました。自分の成績はいつも優秀で、首席で卒業したこと、ボーイスカウトでも最高の栄誉であるイーグルスカウトの指輪を手にしたことを。しかし、言い終わった瞬間、リッチは強い恥ずかしさに包まれました。光の存在が尋ねていたのは、人生の中で何を成し遂げたかではなく、他者のために心からの善意で何かをしたことがあるかということだったからです。ところが、自分の短い人生の映像を振り返り、リッチは気づきました。自分は最初から最後まで、ほとんど単人のことを考えていなかったのだと。リッチは、この後、人生で最も奇妙な光景を目にすることになります。その時、光の存在が再び語りかけました。私を見なさい。リッチがその姿を見つめ続けると、また不思議なことが起こりました。自分と光の存在だけがその場にとどまり、周囲の景色だけが猛烈な速さで流れていくように感じられたのです。次の瞬間でした。あっという間に部屋も壁もすべてが消え去りました。気づけば二人はある大きな町にいました。おそらくボストンだったのでしょう。町の中では誰もが忙しく動き回っていました。生きている人々の体にはそれぞれ薄く光る膜がまとわりついていました。まるで光でできた眉が体を包み込んでいるかのようで、もう一つの皮膚のようでもありました。しかし中にはその光の膜をまとっていない人影もいました。リッチはすぐに理解しました。光をまとわない者たちはすでにこの世を去った人々なのだと。彼らは生前何かに強く執着していたために、死後もその執着した人や場所のそばを離れられずにさまよい続けているのでした。そう思った瞬間、リッチは今度は沢が芝の中に立っていました。酔いつぶれた人々のほかに、そこにも光をまとわない人影が何人も見えました。おそらく生前この店の常連だった人たちなのでしょう。杯の中の酒に強く執着したまま亡くなり、もう飲むことができないというのに、いまだにこの場所をさまよい続けているのです。リッチは
一人の寄った若い水兵が立ち上がり、二歩ほど歩いて崩れ落ちる場面を見ました。すると奇妙なことが起こりました。水兵の頭を包んでいた薄い光の幕が肩のあたりからはがれ始めたのです。ずっとその男につきまとっていた光をまとわない人影がするりとその体に入り込み、リッチが立っていた場所を通り抜けて消えていきました。リッチは恐怖で凍りつきました。あの光の幕こそが生きているものを守る盾であり、その隙をつけばいつでも別の魂に入り込まれてしまうのだと去ったのです。しかし本当の恐怖はまだ始まっていませんでした。続いて景色がまた一瞬で切り替わりました。光の存在はリッチをさらに恐ろしい場所へと連れて行きました。そこも地球上のどこかであるようでしたが、どこなのかは分かりませんでした。監督す限りの平岸に6つの牢が群れをなしていました。誰もまともに小言葉をかだまわすことなく、覚えず互いにままとい続けています。実際に触れ合うことはできないはずなのに、どの霊も寂しい怒りをむき出しにし、容赦なく攻撃を仕掛けていました。ただ、矢手を使い尽くすことだけはできないようでした。その平原では、いつ瞬たりとも休むことなく、きやばな争いが繰り広げられていました。リッチは、この光景に言葉を使うほどの恐怖を覚えました。なすすべもなく光の存在を見つめると、すぐに理解が訪れました。この霊たちは皆、生きていた頃、いざしみと欲望と暴力に満ちた存在だったのです。肉体を使った後、その魂が行き着く山が、この暴力に満ちた兵員だったのです。リッチは思わずつぶやきました。地域とは、まさにこの地球の上に、そして人間が手放せずにいる試着の中に存在していたのだと。その地域の光景を目にした後、ケイシアはまたび変わりました。光の存在は、リッチを全く新しい世界へと導きました。太陽が掘りすぐたりとかな公園の中に、巨大な建物がいくつもそびえ戻っています。若手者と金物の田には、広い通路があり、多くの人が行きまこっていました。家物の中にも人がいて、あたりには緩やかで落ち着いた空気がたごっていました。少し不思議だったのは、そこにいる誰もが不度のついたゆったりとした秋をまとっていたことです。リッチには柔術の修道士たちを連想させました。ただ、修道士とはどこか違い、彼らは周囲の無視にはあまり関心を示さず、それぞれ自分の研究にただ没頭しているようでした。建物の中には、リッチがこれまで見たこともないほど大きく複雑な装置が並んでいました。中心には比べるものがないほど巨大な図書館があり、音楽、技術、科学、あらゆる分野の書物が数えきれないほど収められていました。本下は小終わりが見えませんでした。どこまで歩いても本は続いていたのです。素材も様々で、歌でできたもの、紙でできたもの、そして見たこともない素材でできたものまでありました。ここは一体どこなのだろう。リッチは強い好奇心を覚えました。光の存在の方を振り向くと、その瞬間、一つの答えが伝わってきました。ここは地球の思想の中心なのだと、リッチは興奮しながら尋ねました。思想の中心、それは伝説に語られる天国のことなのですかと。光の存在は答えず、ただ遠くを静かに見つめていました。リッチもその次元の先を拝うと、まばゆくかめく窓が見えました。そこには、パネの高い数えきれないほどの存在が暮らしていました。宗壁も建物もそこに寄しづくものすべてが光そのものでできているようでした。リッチは
その遠くに暗く街を見上げ、驚きに包まれました。そして理解しました。あの光の存在は、まさにこの場所、すなわち天国から来ていたのだと。リッチがその子をKに見とれていたその瞬間、周囲の景色が一変しました。天国はもう烈な速さで遠ざかり、やがて一つの光の天となって、空の彼方へと消えていきました。目の前には病院の小さな部屋と、見覚えのある四方の壁が戻ってきました。まるで自分配置どもそこを離れていなかったかのようでした。しかしその直後、リッチのアタムは激しくかすみ、喉が焼けるように熱くなり、胸には大きな石が乗っているかのような重さを感じました。必死に目を開けようとすると、視界を何かが遮っています。とても驚い声で看護師がこう言いました。二等兵さん、あなたが目を覚ましてくれて本当に嬉しい。看護師の話からリッチは自分の身に何が起きていたのかを知りました。レントゲン検査中に意識を失った後、彼は肺炎と診断されていました。トゥージキャンプバークレでよく見られた病気でしたが、リッチの症状は遠くに重かったのです。24時間、あと脈は消え、心臓は止まりました。当直の医師が診察に来て、彼の死を公式に宣告し、顔には白い布がかけられました。その9分間後、遺体を安置所へ運ぼうとした職員が、この青年が息を吹き返し、自分の顔にかかった白い布を必死に取り除こうとしていることに気づいたのです。医学的には脳への酸素供給が数分途絶えるだけでも深刻な後遺症が残るとされています。しかしリッチには目立った損傷は見られませんでした。リッチが息を吹き返したという奇跡のような話はあっという間に基地中に広まりました。数年後、リッチの担当医は公的な記録の中にこう記しています。二等兵リッチが死亡した後に蘇生したことはまさに奇跡としか言いようがなく、中思念的な現象としてしか説明のしょうがないと。数ヶ月後、リッチは完全に回復し、望み通りグニーとなりました。彼は自分の臨死体験を周囲の人々に語るようになりました。しかし多くの人は話を聞いても愛想笑いを浮かべ、面白い話ですねというだけで、その後はすぐに忘れてしまうのでした。信じてくれる人はほとんどいないのだとリッチは思い知ることになりました。第二次世界大戦が終わった後、リッチは医学校に戻って学び続け、公式な医師となり、その後はある医学会の会長も務めました。彼は社会的にも大きな功績を残し、生涯をかけて患者たちを支え、貧しい人々に端々は無償で治療を行いました。それはあの臨死体験が華麗に命というものの本当の意味を教えてくれたからでした。その後、彼は自らの体験を一冊の本にまとめました。タイトルは明日からの帰還。出版されるとすぐにベストセラーとなり、何度も版を重ねました。ジョジ・リッチは2007年、84歳でこの世を去りました。リッチの不思議な体験は、人が死ぬ前後に自分の人生全体を思い出すという現象を裏付けているのかもしれません。実は2002年、ある研究チームがこれに近いことを調べています。心臓が止まる直前、人の脳波は夢を見ている時によく似た状態になっていたそうです。ただ、それが何を意味するのか、研究室は自身にもまだ分かっていないと言います。けれど、リッチにとって答え波頭に出ていました。あの9分間が彼の人生を変えてしまったのです。成績も名誉も指輪もあの光の前では何の意味も持たないと知ってしまったのです。
だからこそ彼は生涯貧しい人々のために無償で治療を続けました。それがあの夜、光が彼に教えたことだったのかもしれません。もし人生のすべてをもう一度見される日が来たなら、あなたは後悔せずにその光を見つめられるでしょうか。今晩のお話はここまでにいたします。今晩も最後まで聞いてくださって本当にありがとうございました。おやすみなさい。